白川家の親族に結婚指輪を外せと迫られた日、白川誠一は会議テーブルの端に座り、冷たい顔で言った。彼女に白川家の指輪をつける資格はない。私は自分の何もつけていない指を見下ろし、そして手を挙げた。もしかして、私、最初から一度もつけていないんですけど。何をデタラメ言ってるの？結婚式の当日、誠一が自らあなたにつけたでしょ？結婚式の当日、白川誠一は酔っ払っていて、あの指輪は後日、彼の特別な人の SNS にアップされてました。私がこの2年間ずっとつけていたのは、夜市でに199円で買ったシンプルなリングです。ユキコ、みっともないわよ。指輪を外して、白川家に置いていきなさい。今日、彼が私を呼び戻したのは、白川記念パーティーの招待客リストのためだと思っていた。でも部屋にはいると、さやちゃんもいることに気づいた。あの姿には見覚えがあった。2年前の結婚式でも、彼女は誠一のそばに立ち、酔った彼の袖口を直していた。桐谷さんの方が、今日の花嫁みたいですね。奥様白川社長が寄っておられます。指輪の交換は少しで早く進めるかもしれません。そのごは、本当に早かった。私が状況を理解する前に近い社式の終了を宣言するほど。そして、よく実名を覚ました時には、私の指には何もなく、部屋に端折れたバラが残されているだけだった。指輪はどこ？白川社長がおしまいになったのでは、社長に聞いてみてください。あの頃、私は白川家に嫁いだばかりで、誠一は私に冷たく、白川家の親族もよそよそしかった。あの指輪について、私から尋ねてしまえば、必死になって白川夫人の座にしがみついているように見えてしまう。だから私は、ヤジでシンプルなリングを買った。299円のね。お嬢さん、これで気分を上げなよ。キラキラしてて綺麗でしょ？なのに、白川家の親族はずっと思っていた。それが、誠一からの結婚指輪だと、今日外せと迫られて、やっと私の指に何もない。とぼけるんじゃないわよ。あの日は、招待客全員が見ていたのよ。誠一が指輪をしないわけないでしょ？私も知りたいくらいです。白川家の奥様が今日出したこの空箱で、私に何を返せと？若い夫婦の喧嘩に、なぜ結婚指輪を持ち出すの？ユキコ誠一は、普段忙しいの。不満があるなら口に出しなさい。私たちの前で、みっともない真似はしないで。騒いではいません。どういう意味よ？こんなものをつけて、白川家のパーティーに？はい、一昨年の白川家のチャリティー版参加。去年の大奥様の長寿祝い。今年の初め、桐谷さんの帰国祝い。ずっとこれをつけていました。誰も気づかなかった。白川家は対面を一番重んじるのに、白川社長夫人がに199元の指輪をつけて、あれほどの場に出席しても、誰も気づかなかった。つまり、誰も私をちゃんと見ていなかったんです。ただそこに座っていればいい。おとなしく、美しく、失敗しないようにと。ユキコ、なぜ俺に言わなかった？白川社長、式の翌日にメッセージを送りました。誠一は海外事業を引き継いだばかりで、忙しいのは当然よ。ユキコ、だからといって、指輪をもらってないなんて。そうよ。自分でなくしたんじゃないの？さやかが戻ってきて、面白くないからって、誠一に恥をかかせるの？おばさま、そう言わないでください。ゆき姉は本当に何か誤解しているのかもしれません。今日私が来たのは、おばさまの記念パーティーの進行を確認するためで、誠一兄さんとゆき姉のことに、口を挟むべきではありませんでした。退去時のリストです。白川家のものは一切持っていきません。私のものは今夜陣を読んで引き取らせます。誰が出ていいけど？白川家の奥様です。午前中に執事から伝えられました。今晩まで二主寝室を開けるようにと、パーティーの前に寝室を整理するからって。私は掃除をさせただけよ。誰が出ていけと言ったの？主寝室のクローゼットは空にされ、ドレッサーのものは箱詰めされて、ベッドサイドの薬まで客室に移されていました。白川家の奥様、掃除をするのに写真を床に伏せる必要はないはずです。ウェディング写真は私と彼がちゃんと撮った唯一の写真よ。撮影の控え者から駆けつけた彼はたった20分しかいなかった。カメラマンによりそうよう言われると彼は眉を潜めたわ。あの頃の私はまだ若くて夫婦の絆は少しずつ深まるものだと思ってた。だからあの写真をベッドサイドに年間も飾っていたの。誰が触った？お手伝いさんがうっかりしたのかも。桐谷さんはさすが白川家のお客様ね。お手伝いさんの考えまでお見通しなんて。さやかは今日手伝いに来ただけよ。主寝室まで手伝いを？社長、これも誤解ですか？記念パーティーは白川家の対面に関わる。さやかは手順に慣れてるし、近くに座らせた方が気を配りやすいからよ。あなたは最近調子が悪いし、私たち年配の者も場を丸く収めるためなのよ。とても丸く収まってますね。白川社長府、陣の席を任せられる人がいるなら私はこれで失礼します。ユキコ、ちゃんと話してから行け。まだわからないの？指輪はくれないし、主寝室から私の荷物は出されるし、パーティーの席も変えられた。誠一。今日白川家に足りないのは指輪一つじゃないわ。私はそれ以上言わなかった。口に出せば愛情をねだるみたいだから、そんな風にすがりつきたくないの。すでに他の女に居場所を奪われた結婚になんて。タイミングよく届くプレゼントもある。写真の中で、さやかは結婚式の控え室にいて、シャンパンカラーのドレスを着て、目を細めて笑っていた。彼女は左手を上げていて、薬指にある雫が他の大のの指輪が正面の下で眩しく光っていた。絶好のタイミングで添えられていた。絶好のタイミングで届くプレゼント。絶好のタイミングで届くプレゼント。絶好のタイミングで届くプレゼント。傷が私を聖地に結婚式だった。あの写真はまるで針のように部屋中に満ちていた。見せかけの底面を突き破った。それはシテムが自動で出した昔の写真よ。私もすっかり忘れてて。開け。誠一兄さん、本当に昔の写真なの。兄さんは寄っててみんなもふざけてたから私も気にしてなかったの。開けろ。
これ、ちょっと仮でつけただけかもしれないわ。白川家の奥様、結婚式の日に花嫁が結婚指輪をつけていないのに、花嫁改造人係ってつけるんですか？おばさま、あの時は裏がバタバタしてて、聖一兄さん通ってたし、司会の方にも進行をせかされて、私はただ指輪を預かっただけなんです。その後みんなで写真を撮ろうってなって、試しにちょっとつけてみただけなんです。つけてみただけだと？ SNS にもあげてか。あの時は指輪が綺麗だったから、つい乗せちゃっただけで、ゆき姉が受け取ってないなんて知らなくて。知らなかったですって？ゆきね、指輪は高価だから、なくさないよう私が預かっておくね。これを聖一に渡してちょうだい。このメッセージはどう説明するんだ？あの時は本当に対はなかったの。兄さんがゆき姉に言ってくれると思って、あんな高価なものなくしたら大変だと思って、その後兄さんは仕事が忙しいし、私も忘れてて。聖一。あの頃、あなたは確かに忙しかったわ。さやかちゃんはあなたと幼馴染だし、そんなことするはず。母さん、結婚式の日。俺はユキコに指輪をはめたか。あの日、あなたは寄っててしか医者が終わったって言ってたし、そこまで覚えてないわ。じゃあ誰が覚えてる？白川家の親族はやっと静かになった。さっきは私に平面を保てと言い、指輪を外せと迫り、ふさわしいかと見つめてきたのに、今、真相が明るみに出ると誰も一言も話そうとしない。まだ何か言っていないことがあるか？結婚式の3日後、夜市でこの指輪を買ったの。日付も金額もはっきりしているわ。備考欄には店主が手書きで、新婚の娘さんへ、幸せを願って、と聖一晴れシートを手に取り、新婚の娘さんの文字に指を止め、しばらく今日になって言い出したわけじゃありません。白川社長、今日たまたま聞かれたからです。ゆき姉、どうして早く言ってくれなかったの？早く言ってくれれば指輪を返したのに。急にこんなこと言い出すなんて、みんなに誤解されちゃうわ。じゃあ今返して、桐谷さん。私の代わりに保管してたなら、今本人がここにいるんだから。指輪は持ってきてないわ。どこにある？家よ。桐谷系取りに行け。聖一兄さん。今すぐだ。私のことそんなに信じられないの？ 20 年以上も知ってる仲なのに、こんな誤解のために親族のみんなの目の前で私の家を捜索させるなんて。捜索させるとは言ってない。返せと言ってるんだ。聖一、今日は外の人もいるのよ。これ、異常ごとにしたらみっともないわ。すでにみっともないですよ。結婚式のビデオ浜田あるか？私に聞いてるんですか？結婚式の資料はすべて白川家にあります。私のアルバノは去年お母様が邪魔だと言って使用人に地下室へ片付けさせました。結婚式当日の録画をすべて集めろ。ホテル、撮 A チーム控え室や式場の映像すべてだ。どうしたの？ホテルの元のデータはあるが、指輪交換の前後10分間が誰かにカットされていた。100円がカットされたと知って、白川家本邸の空気が一変した。さっきまで5回でごまかせたことも急に別の意味を持ち始めた。撮影チームの責任者は、探し出せ。バックアップをないとは言わせないぞ。白川家の結婚式の映像は、すべて二重保存だ人が見つからなければ、金の流れを追え。どこへ？荷物をまとめに帰るわ。送るよ。結構よ。彼にとってこの2年では裸足に触れる前にためらうなんて、以前は彼が眉を潜めるだけで、私は自ら身を引いていたのに。ユキコ、少し時間をくれ。白川社長、2年はもう十分です。ユキコ、今でって言ったら、世間は白川家をどう見ると思う？記念パーティーは3日後よ。招待状はもう送ったのよ。だから白川家の奥様は今日私を呼んで指輪を差し出させ、主寝室を明け渡させ、記念パーティーの席も譲らせて、白川家のためにパーティーで笑えと。この子はなんて嫌味ない方なの。私の言葉が耳障りなら、桐谷さんにて直ししてもらえば。ゆきね、責めるのはわかるけど、でも居場所を奪う気なんてないわ。おばさまに頼まれて断れなかっただけで、聖一兄さん、わかってくれるでしょ？誰も傷つけるつもりはなかったの。荷物は送らせるから、君は取りに帰るな。私が持ち去るとでも白川家のものを？ユキコ。聖一、私は白川家に2年いたけど、持ち込んだものは少ないし、持って出るものも少ないわ。信用できないなら一つずつ確認させればいいわ。廊下に厚い絨毯が敷かれていて、足音が抑えられていても、聖一が追ってくるのが聞こえた。その指輪、なぜずっとつけてるんだ？最初は人に聞かれるのが嫌で、その後は慣れただけ。俺に言えばよかっただろう。2年前、指輪のこと聞いたわよね。見ていない。見てたでしょ？ 500万円も振り込んできたじゃない。
白川社長、あの日の送金記録をずっと見つめて思ったの。あなたはすべての問題をお金で解決できるって。ユキコ。ちゃんと調べる。調べてどうするの？聖一。指輪の件を調べるのは簡単よ。問題は、この2年間、私をどう思ってたかよ。奥様、白川社長から先ほどお電話がありまして、奥様の荷物には触れるなと。もう片付けちゃったわ。申し訳ありません、奥様。社長にご指示されたときは、私どももどうすれば。気にしないで。白川さん、はみないんですか？お忙しいですかね。白川さんは仕事熱心ですから、本当にご理解がありますね。あの時は私も、自分は物分かりがいいと思ってたわ。物分かりが良すぎて、結局結婚指輪すらもらえなかった。奥様、白川社長がお帰りになりました。本当に出ていくのか？どこへ行くんだ？自分のマンションよ。いつからマンションなんて持ってたんだ？結婚前に買ったの。多分今気づいたのね。私が結婚前どこに住んでいたかすら彼は知らない。白川社長、修復士からバックステージの写真が一部送られてきました。あなたも見て。写真を見つめていると胸の奥の古い痛みが急に鈍く感じられた。2年前、私はこれを見ていなかったから自分を騙すことができた。で、違いがあっただけかもしれない。一が忙しかっただけかもしれない。あの指輪はいつか私の元に戻ってくるかもしれないって。でも今、目の前に写真がある。自分をごまかすことさえ無意味に思えた。ユキコ、あの日破記憶が飛んでたんだ。わかってるわ。彼女が指輪をしてたなんて知らなかったんだ。それもわかってる。聖一、今日はもう責めたくないの。じゃあどうしたいんだ？帰って寝たい。いい、ユキコ。外は雨が降ってる。聖一兄さん、指輪を届けに来たの。ちょっと滑稽な場面ね。本妻の白川夫人がスーツケースを引いて出ていくのに、私の結婚指輪を預かっていた彼女が雨の中指輪を届けに来るなんて、まるで落とし物を返しに来たみたいに。誰が来いと言った？誤解されるかと思って自分で届けに来たの。聖一兄さん、独り占めする気なんて本当になかったの。この2年間、ずっと家にしまってた。一度もつけてないわ。確かに、普段つけているようには見えないわ。でも突然あの投稿を思い出した彼女のあの言葉。お姉さんの代わりに預かる白川家の集まりのたびに私のシンプルな指輪を見ても、彼女は一度も何も聞かなかった。信じてくれると思ってた。村上。指輪を鑑定に出せ。内側の刻印、購入履歴に受取人、メンテナンス記録、全部調べろ。聖一兄さん、どういう意味？つけてないと言ったな。本当につけてないわ。なら調べる。前はこんなことしなかったのに、昔言ってたじゃない。私が誰よりも分かってるって。あの時決められた結婚が嫌で、家族に無理やり結婚させられるのが嫌だって。酔っ払ったあの日、自分から私の手を握って、花嫁が私ならよかったって言ったのよ。雪やね、わざと傷つける気はなかったの。あの日は誠一兄さん、ひどく寄ってて、私を結婚したい相手だと思い込んで、指輪も彼が直接私の手にはめたの。彼があなたと結婚したのは知ってる。私が身を引くべきだってことも、だから2年間海外に行って、ずっと邪魔しないようにしてた。でも、すべての責任を私に押し付けられると、私だって悲しいわ。さやか。私何か間違ったこと言った？聖一兄さん、本当に私のことがどうでもいいなら、どうして結婚式の日に私を引き止めたの？どうしてあの指輪を私にはめたの？どうしてこの2年間白川家の重要なパーティーのたびにおばさまは真っ先に私を思い出したの？雪姉、これが事実よ。私は奪ってないわ。最初からあなたの手にはなかったのよ。彼女の言う通りだ。結婚式でのせ、一の視線も、白川家の承認も、最初から私の手にはな。二人ではなして。行くな。聖一、今どうにかすべきは彼女よ、私じゃない。君も当事者だろう。私自身のことはもう片付けたわ。これ返す。この2年間、白川家には指輪をした白川夫人が必要だった。私が代わりにつけてた。
でも、もう必要ない。ユキコ。体裁を保つよう頼んだ覚えはないぞ。頼まれてないわ。だからもう体裁を保つのはやめる。123見たでしょ。彼女、この結婚のことなんてどうでもいいのよ。もし大事に思ってるなら、あんなに簡単に去っていくわけないじゃない。簡単にだと？彼女はこれを身につけて、俺と一緒に27回も白川家の公開行事に出席したんだ。君は彼女の指輪を持って母の隣に座り、彼女の代わりにメインテーブルの席を仕切った。私は。さやか、もう二度と無実ぶるな。本当に無実な人間は、たった今出て行った。白川さん、あの指輪は、本当にただの手違いだったと思います。2年前なら、こんな写真で一晩中眠れないほど辛かった。今はただ、疲れるだけ。白川社長、何か用？雨に濡れたのか？ガレージから廊下まで、ほんの数歩よ。まず髪を拭いて。タオルを持ってきたの？自分の唐突さに気づく。痛いか？聞くのが遅すぎるわ。この2年、白川家の親族に嫌味を言われた時も、痛いかなんて聞いてくれなかった。安物の指輪でパーティーに出て笑われた時も、痛いかなんて聞いてくれなかった。一人で荷物をまとめた時も、痛いかなんて聞いてくれなかった。なのに今、消えかけの赤い跡を見て聞いてくるなんて、痛くないわ。ユキコ、中に入れてくれ。もう遅いわ。ちょっと調べたことがあるんだ。あの指輪について。蝶に流されたんじゃない。私も知りたいから。2年前のあの結婚式、私は一体どんな笑い者にされたのか。まさか指輪を間違えられたという被害者ぶりすら最初から仕組んでいたなんて。あの紺色の箱については、すでに調べさせている。ええ。桐谷は当時偽物の指輪を注文していた。式で君の指にはめられたのは、その偽物だったのかもしれない。2年前の式はあっという間でしかいが近いの。言葉を読み終え海添人が指輪を渡したとき、あなたは寄って立つのもやっとだった。確かに私の手に触れたけど覚えているのはその指輪が緩かったことだけ。披露宴の途中です。タフに回収され、サイズを直すと言われたままそれきり戻ってこなかった。あのレプリカの指輪はそれもなくなったわ。探すよ。善一、考えたことある？今日まで指輪を私忘れただけだと思ってた。必死に理由を探していたわ。あなたが寄ってたから。白川家が忙しいから。桐谷さんが海外にいるから。式の進行が乱れたからって。これから先花返し、いつかはなしてくれるって。ゆちこさん。でも今になって分かったの。最初から誰かが仕組んでたことだった。白川家の誰も気づかなかった。あなたも気づかなかった。何か言いたそうだけど言えなかった。あなたの沈黙は謝罪より辛かった。急に気づいたの。この2年守ってきた私のプライドなんて風にも吹き飛ばされるほど軽かった。聖一が着信表示を見る。自分のスマホで電話をかける。お母さん、記念パーティーのメインテーブル、ゆちこさんの席を元に戻してください。桐谷さんは出席しません。なんですって？この2年、白川夫人は誰だったのか、よく考えてください。ゆちこさんのことは公に説明します。何を説明するの？指輪、記念パーティー、桐谷さんのこと全部です。釈明するのは当然のことよ。私への償いじゃないわ。もう遅いわ、帰って。それは2年前の結婚式の招待状よ。大学のルーム、メイトに送るつもりだったの。でも式が急だったし、白川家では招待客がもう決まってるから、私の客は少なくていい、と言われて、結局その招待状は1枚も出せなかったの。白川由紀子と白川誠一から私たちの式を見届けてほしいと心からご招待します。あの招待状は残すべきじゃなかったわ。とっくに期限切れのものみたい。もう食べられないのに、開けるとあの頃の甘い匂いがする。あの時、誰を呼びたかったんだ？大学のルームメイトよ。なぜ呼ばなかったんだ？白川家のゲストリストが埋まってたから。おぎぼさんに、私の客は一般人ばかりだからって言われたの。席の配置が面倒だし、後で改めて招待すればいいってね。知らなかったんだ。知らなかった。今夜彼はそう言い過ぎた。指輪のことも、メインテーブルのことも、結婚式の招待状のことも。
私の部屋が片付けられたことも、あの299日元のシンプルな指輪がどれだけ私を支えてくれたかも。でも結婚生活で一番傷つくのはこういう、知らないに隠れてるのよ。薬は忘れずに飲んで。先に帰る。指は届いたか？ええ。私の持ってきたわ。先にこれにサインして、しか印がせかしてるわ。これでよし。あの日、はよほど忙しかったのね。花嫁にはめるはずの指輪すら確認しないほど。聖一兄さん。似合う？さゆちゃん、正気？花嫁の指輪だよ。バレないわよ。彼女はずっと知ってたんだ。その指輪は自分のものではないと。結婚式で受け取るべきは私だと。聖一が気づかないことも。今日の花嫁の私だったら、もっと喜んでくれた？やめろ。ねえ、聞こえた？ゆきこさん、大丈夫ですか？大丈夫よ。はい。ゆきこさん、白川さんがお見えです。どうして？銅がはみたか？見たわ。ゆきこ、すまなかった。それで？今夜、桐谷家へ行く。うまくいくといいわね。行かないのか？どうして私が行くの？君にも関係あることだ。聖一、奪われたのは私の指輪。取られたのは私の立場。笑い物にされたのも私よ。でも、落とし前をつけるのが、舞か私なのはおかしいわ。あなたが言って。わかった。聖一が桐谷家に行った日の夜、白川家の幅も言っていた。ははは、桐谷家を巻き込むことに反対していた。君は出なくていい。だが聞く権利はある。桐谷家と白川家は数十年の付き合いだぞ。指輪一つのために両家の顔に泥を塗るのか。ただの指輪ではありません。間もなく電話からさやちゃんの泣き声が聞こえてきた彼女は、いつもどんな場面でも自分を一番の被害者に仕立て上げる術を知っている。聖一兄さん、私を責めるのはわかるけど、あの日は本当に寄ってたのよ。私はただそばにいただけ。指輪をはめたのは兄さんが私を引き止めたからよ。私は無理強いなんてしてない。動画はここにある。この動画、編集されてるんじゃないの？さやちゃんは小さい頃から綺麗なものが好きで、ちょっとつけてみただけじゃない。若い女の子は写真を撮るのが好きだし、今更そんなことを持ち出すなんて、ひどすぎるわ。聖一。もう2年も前のことじゃない。今は、記念パーティーの方が大事よ。ゆきこさんのことは、私がなだめておくから。この2年間、ゆきこは299日元の指輪をつけて、私と27回も公式行事に参加した。チャリティー晩餐会で白川家を代表して菊のサインをしたとき、彼女は3列目に座っていた。おじい様の誕生日祝いでも、彼女がご年配全員にお茶を入れたのに、さやちゃんが私の隣に座っていた。さやちゃんの帰国祝いでは、ゆきこが自ら彼女にお酒を注いだ。その手にはあのシンプルな指輪があったのに、誰もそれに気づかなかった。なら兄さんは？兄さんも気づかなかったくせに。ああ、私も気づかなかった。だからって、どうして今になって私を責めるの？聖一兄さん、この結婚がどうやって決まったか知ってるでしょ？白川家は政略結婚が必要で、兄さんは彼女をめとるしかなかったのよ。みんな知ってるわ。兄さんが本当に親しいのは私だって、町中のパーティーでみんな知ってるのよ。白川夫人には私の方が似合ってるって、おばさまはパーティーのたびに私に聞いてくるわ。メインテーブルのは何にするか、聖一兄さんの好きなお酒は何か、どの取引先を大切にすべきかって、ゆきこにそんなことわかるの？彼女は白川家のルールを知ってるの？白川家の会見にも、彼女はいつも静かに座ってるだけで、まるで部外者みたいじゃない。なぜ彼女が部外者みたいなのか、自分たちでよくわかってるだろう。白川家が彼女をもけ物にしてきたから。ああ。聖一。あの女のために自分の家族をそう言うの？お母さん。今夜俺が言った一言一言は2年遅すぎた。じゃあ私は何なの？今になって全ての責任を私に押し付けるのは彼女への愛情を証明したいから？指輪を出せ。もう返したわ。刻印の確認書が宝石店からもう届いてる。
本物の結婚指輪はお前が持っている。昨日送ってきたのは偽物だ。昨日彼女は飴の中指輪の箱を抱え、一度もつけていないと言った返すことすら嘘だったのね。聖一兄さん、説明させて。渡せ。なぜだ。だってあれは本来、私のものよ。あなたと白川由紀子が結婚する前、誰もが私たちは結ばれると思っていた。白川家のみんなも私を気に入ってくれて、桐谷家も私が嫁ぐものと思っていたわ。なのに彼女は突然現れて、誓約結婚の契約書一枚を入り込んできた。どうしてよ。あれは俺と彼女の結婚式だ。でも彼女を愛していないじゃない。あの日、あなたは寄っていて、彼女の名前すら呼ばなかった。聖一兄さん、この2年間を見てよ。白川家の行事に、私がいなかったことがある。世間の人は私こそ、白川社長夫人にふさわしいと言ってる。私一人が言ってるわけじゃないわ。だから彼女の指輪を盗んで、映像を切り取って、SNS にアップして、俺がお前に送ったと皆に思い込ませたのか。さやか。明日の記念パーティーには来なくていい。彼女のために私を追い出すの？追い出すんじゃない。ただ済んだ。2年前に白川由紀子の指にはめられるべきだったものを今日取り戻しただけ。取り戻した。写真の中の指輪の内側の刻印を拡大すると、そこには白川由紀子もなく SY もない。あるのは桐谷さやかのイニシャルだけ。その3つの文字を見つめていると急に心がスッと落ち着いた。本当に私を吹っ切れさせたのは彼女が指輪を盗んだことではなく、ようやく気づいたからだ。2年間も待ち望んでいたこの指輪が最初から私のものじゃなかった。翌日の朝、聖一がアパートに来た。彼は上には上がってこず、ただメッセージを一つ送ってきた。下にいるよ。指輪の刻印について直接はなしたいんだ。よく買うとウニューだよね、無糖の。私の購買履歴を調べたの？コンビニの店長が言ってたんだ。内側の刻印はさやかのイニシャルだった。本来なら特別にオーダーした結婚指輪には、君のイニシャルが刻まれるはずだったんだ。結婚式の1週間前に、白川家の受取許可書を持って確認に行き、彼女のイニシャルに変更するよう要求したんだ。じゃあ、今この指輪を私に渡すつもり？この指輪は廃棄する。招待状も新しく印刷し直した。君が行きたくないなら、君の名前を体裁のために使うような真似はさせない。行かない。わかった。今回は無理強いしない。じゃあ何しに来たの？白川記念パーティーのメインテーブル、人が変わったらしいよ。誰に？白川社長夫人だよ。前は桐谷さんが座るって噂じゃなかった？作やリストが全部変わったんだって。ゆきこさん、本当に行かないんですか？行かないわ。でも、白川記念パーティーですよ。街中のメディアが注目してるのに。ならなおさら行かない。午後5時、知らない番号からメッセージが届いた。これで満足？彼は今、あなたのために白川家のメンツまで潰してるのよ。記念パーティーにあなたが来なきゃ、彼も同じように笑い者になるわ。ゆきこ、あなたに白川社長夫人は務まらない。あら、あなたね、新婚さん。よく覚えてますね。もちろんよ。あの時に199円の指輪をダイヤを買う人より真剣に選んでたから。あれはまだありますか？あれはもう廃盤になったの。でも似たようなのはあるわよ。299円のはありますか？お客さん、奥様に買われるんですか？自分用です。これは少し小さいかも。聖一。うん。記念パーティーにはつけないで笑われるわ。別にいいさ。俺も一度くらい笑われ。ゆちこさん、下にドレスと招待状が届いてます。いつもの白川家からの特注ドレスじゃなくて、シンプルなフォグブルーのドレスだった。招待状には私の名前が白川由紀子と書かれていた。来なくても構わない。君の席は開けたままにしておく。ようこそ白川夫人。白川夫人じゃありません。白川由紀子です。本当につけたのね。ああ。白川社長、今夜はトレンド入りするかも。もうしてる。行こう。聖兄さん。白川聖一と呼んでくれ。聖一、今夜はこんなにお客様が。ちょうどいい。こんなこと事前に聞いてないわ。白川家記念パーティーへのご出席感謝します。今夜はまず一つ、はっきりさせておきたい。2年前、私とユキコの結婚式で、白川家の結婚指輪は、彼女の指にはめられなかった。白川聖一！私をこんな風に潰す気？この2年間、君は彼女の指輪をはめ、彼女の居場所を奪い、彼女の身分を語った。今夜、すべて返してもらう。私を守るって言ったじゃない。守る相手を間違えたんだ。今日から、桐谷さやかに関する記念パーティーの予定はすべて取り消す。
ユキコが白川家の体裁を保つ必要はない。白川家が君に借りているものは私が一つ一つ埋め合わせる。これは私がこの2年間で見ようとしてきたものだ。その先はまだ書いていない。これからは君に聞きながら書きたいんだ。白川瀬一という人は、普段外では優しいことは一つかけようとしないのに、なのに今は安物のシンプルな指輪をつけて、白川記念パーティーの一番明るい照明の下でひざまずき、まるでこの2年間の全ての借りを人々の前にさらけ出しているみたい。今こんなことをするのは、償いのため、それとも愛ゆえ？その問いには、ある行動で答えよう。帰りたい。今？ああ。でもここは白川家記念パーティーよ。わかってる。こういう馬鹿苦手だろ。ちょっとお腹空いた。パーティーで何も食べなかったのか？豪邸のパーティーの料理って見た目は綺麗だけど飾りみたいなんだもの。じゃあ夜市に行こう。隣のワンタンが美味しいとおかみさんが言ってた。パクチー葉苦手だろ。秘書のゆきちゃんやコンビニの店長に聞いたんだ。聖一、今のあなた全然白川社長らしくないわよ。じゃあ誰みたいだ？恋愛を覚えたての男子大学生。それでもいい。重いダイヤは好きじゃないだろう。だからメインダイヤはない。白川夫人で君の名前が隠れるのも嫌だろう。だから中にはユキコと刻んだ。まさかここでプロポーズする気？嫌だった？別にそういうわけじゃ。白川家のバンケットホールより快適よ。今日から君と出会い直したい。ユキコ、もう一度君にアプローチするチャンスをくれないか？聖一。ああ。アプローチって私が断るのもあり？ああ。長く審査しても？ああ。順番マッチさせても？前に誰かいるのか？今のところはいないわ。お嬢さん、この人はキープよ。イケメンで順番待ちできる人は珍しいわ。写真を撮ってもらえませんか？自分から写真を撮るなんて。もっと近づいて仲直りしたばかり？いいよ。明日の朝、朝食を届けてもいいか？豆乳は熱すぎないようにね。わかった。無糖でね。覚えておく。揚げパンは硬すぎないようにね。聖一、以前プロジェクトの商談でもそうやってメモしてたの？プロジェクトは変わるけど、君が言った言葉はもう聞き逃したくないんだ。明日7時半ね。わかった。